はい、どうも A です。今回はですね、カメラ設定について紹介していきたいと思います。自分自身がですね、今までテレビ引きだったりとか協力をメインでやってきてたんですけど、今回ですね、このカメラ、すごい、配信中とかも使ってると、すごい視点でやってるねっていうコメントとかも実際あったんですけど、これ自身がですね、個人的には前作もやってました、正直。ただ、やっぱちょっと守備の難しさがあって、攻撃の部分で言うとすごい強くてですね、これが。個人的には1対1一番やりやすいなって思っております。で、この視点がですね、近い距離でなんかめちゃくちゃ、コントローラーの入力したタイミングとすごいリンクして動いてくれるなっていう。ちょっと協力とかだとやっぱり遠かったりして動きがちょっと鈍かったりとか、テレビ引きとかでも多少そういう部分があったりすると思うんですけど、その辺トータルで見たときに、協力テレビ引きいろいろ試してきた中で、一番これが動かしやすいなっていうのを印象を受けました。で、前作も使いたかったんですけど、ちょっと1対1がやりにくいというか、守備の部分の時にやりにくいっていう部分があって、でちょっと諦めてた部分が多少あったんですけど、今作、試してなかったなっていうので、今回、このカメラに設定してみました。で、これの何がいいかっていうところは、1対1もちろんそうなんですけど、奥までやっぱ見えてるんですよね。やっぱり、強力にやるメリットとしては、全体が見えるっていう部分になってくるので、その部分を、このカメラだと、ちゃんと見れてる。テレビ引きの視点のはずなのに、ちゃんとこういう風に今の視点の奥まで見えてるんで、相手が何をやってこようとしても、ある程度ちゃんと見えて対応できるっていうのが、すごい、便利なカメラ設定になっております。これがですね、多分ほとんどやってる人いなくて、世界大会とか見てると、全くいないかっていうと、ほとんどが大体テレビ引きが多くて、世界大会見てると。で、その次協力かなっていう感じなんですけど、前作でも実際このカメラ設定してる人いました。はい。空いてるなと思ってもう一回再度挑戦したけど、点は取れるけど、もう本当に守備が安定しないっていう。で、今作やってみて、今んとこ、テレビ引きカメ、正直沼ってるじゃないですけど、本当にエリートまでは行ったりはしたけど、なかなか勝てない。どうしようって安定して勝てないっていう部分があって、何かしら先週でパスのタイミングであったりとか、守備の部分難しいなって感じてる中で、ちょっと協力とテレビ引きをずっと行ったり来たり、配信見に来ていただいてる方とかですね、何回カメラ変えるのっていうぐらいの変えてしまってたんですけど、今回このカメラ設定してからですね、守備まず安定して失点がやっぱ減ったんですよね。で、減ったにもかかわらず、得点としては減ってないんですよ。得点もちゃんと取れてて、で、やっぱり何が良くなったかっていうと、何度も言うように、攻撃の安定度1対1の精度で上がったりとか、あと、奥側見えてるんで、そこもちゃんとスペース使いたいであったりとか、で、守備の部分ですね、失点がやっぱ明らかに減ったので、そういった部分で言うと、前作のような、そのやりにくさっていうのはだいぶなくなったかなと思います。これは多分、スタジアムの兼ね合いとかもいろいろあるとは思うんですけど、で、この全体見えてるんで、その前作で言うと、守備が安定しなかったっていう部分があってやめてたんですけど、今回この守備が安定しないっていう部分がなくなるんであれば、このカメラ全然ありだなと思ったんで、で、実際ですね、配信してても見やすいので教えてくださいっていう方も、いたのはいたので、はい。今回こういう動画で撮らせていただいてます。で、これちょっともうちょっとしたハーフタイム入るんで、そこのタイミングでせっかくなので、このカメラ設定紹介したいと思うんですけど、テレビ引きでもなく強力のカメラですね。はい。すごいおすすめ設定ではあるので、これ、本当にデビライのエリートのとこでやってても、レートは普通に上がりました。全然勝ててないというか、勝率悪くて、結構下がってはいたんですけど、結構勝てるようになって、はい。相手がエリート帯でも普通に通用してるってことなんで、はい。個人的にはめちゃくちゃおすすめのカメラ設定になってるかなと思っております。はい。ということで、この後ですね、これで紹介したいと思います。はい。結構特殊ではあるので、細かい設定部分であっても結構特殊に設定してるかな。どうなんやろ。ちょっと他の人がどんな感じかちょっと、
あれなんですけど、クラシックになります。ここのクラシックっていうのは結構ポイントになるかなと思っております。これが、全体外も見えてっていう部分になるんで、ほとんどテレビ引きとかカメラ協力が当たり前の状態だったと思うんですけど、それを覆す部分で言ったら、クラシックになってきます。で、高さが20ですね。で、ズームが0。ファーサイドのフォーカス0ですね。ボールトラッキングは2、ペナルティエリアのズームは15としております。この設定になっておりますので、ぜひお試しいただけたらいいかなと思っております。今までのカメラ視点とやっぱり違うので、はい。めちゃくちゃやりやすいので、超おすすめカスタム戦術ではないね。ゲーム設定になるので、よければ試していただけたらと思います。はい。こんな感じでですね、情報系であったりとか、他もいろいろ出してはいますので、サブスク部分も、特典付きでやってますので、よければ興味ある方は概要欄を見ていただいて、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、これに関しては利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。自分自身今作に関してめっちゃ、大会もほとんどっていうか全部参加してきてるんで、1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、その時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、それ踏まえた上での、この金額だったら今作もできたかなとは思ってます。一応自分としてはトレード収入とかは全然オープンにしてるので、皆さんにも結構X とかで載せたりとかもしてますけど、前作で言うと5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、今作も選手がねやっぱ高いので、そういった面で言ってもコインは結構必要かなと思います。大作も同じ感じで、情報は出していこうかなと思うので、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に、詳細全部書いてますので、Twitch であったりとか、YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、これは転売成功案件になります。自分も直近で出たシャビとか、79,000買ったやつを10万とか11万で売りましたよとか、3万で買ったディフェンスの3万8,000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、ちょっと最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのを、こんな感じで載してるっていう感じですね。あとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、こういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっと終盤になるにつれてね、情報量としては、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。今作はやっぱり男女になったりとかで、各レートの仕込みであっても結構上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、来作も、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、プレイに関しても、一応対応とかしてて、自分としてはランク1だったりとか、FCS で言ったら、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとかっていうのが、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、そういった実績とかもあるので、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、こういった感じでね、やってるんですよね。一応こんな感じで。はい。このコーチング動画に関してはまた前にも1回出したと思うんですけど、コーチングしますよっていう感じのやつですね。こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。ということで、最後にですね、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、別の情報ですね。やっぱり
これを特典にしている関係上、こういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、ライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。ディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。